皆さん、こんにちは。藤井風のインドでの国際フェス、ロラパルーザインディア2026への出演に関する話題をまとめてみました。SNS では、現地ファンが彼の姿を捉えた映像や、熱いコメントを投稿して、ウィンドストーム、風旋風と称されるほど、インドでの人気が話題になっており、世界のファンが興奮を伝えています。さらに、インドメディアでの独占インタビューが大きな注目を集め、藤井風がインドのフェスで披露した楽曲や、そのスピリチュアルな背景を詳しく伝え、彼自身がインドを精神的な故郷と感じていると語ったことも話題となっています。これは単なるライブ出演の話題にとどまらず、彼の音楽哲学やクリエイティブな思考が海外リスナーの共感を呼んでいる証です。では、パート1から順に見ていきましょう。パート1、藤井風、ロラパルーザインディア2026でのステージと反響。トピック第1弾は、藤井風さんが2026年1月24日、25日、インド・ムンバイで開催された国際音楽フェス、ロラパルーザインディア2026に出演した件への反響についてです。彼は自身の公式インスタグラムにフェスのダイジェスト映像を公開し、ステージや舞台裏の様子をシェアしています。映像には、コートを羽織ってステージに歩み出す姿や観客とのコール&レスポンス、メイクシーンなどが収められており、通常のライブ映像とは異なる空気感が伝わってきます。この投稿には、インドが似合うね、いつかここでライブを見たい、といったコメントが多く寄せられ、SNS ではインド現地のファンだけでなく、世界中のリスナーが興奮の声を上げています。さらに YouTube などの動画プラットフォームでも藤井風さんのパフォーマンス映像が多数アップロードされ、フェス出演動画の再生数が短期間で伸びているという動きも確認されています。ロラパルーザインディア自体は1月24日から25日に開催された大型フェスで、リンクンパークやプレイボーイカーティなど世界各国のアーティストが出演するイベントです。藤井風さんの参加は日本人として参加者視聴者の両方に強い印象を残しています。インド初の大型フェス出演というチャレンジでしたが、 SNS では文化や言語が違っても音楽でつながれる瞬間を感じたといった声や、世界のステージで日本初アーティストが活躍する姿が誇らしいといった反響も多く見られました。こうしたコメントは、音楽という共通言語がどこまで人々をつなげるかを象徴しているように感じられます。また、ファンコミュニティでは、次はどの都市でパフォーマンスするのか、公式グッズや現地でのセットリストはと期待が高まっており、世界のファン同士で情報交換が活発化しています。この一連の動きは、SNS というリアルタイムのプラットフォームを通じて、ファンがアーティストを応援する形がグローバル規模で進化していることを示しています。パート2、インドメディア、インディアトゥデイ、エルインディアが深掘りした藤井風の音楽哲学。続いての注目トピックは、インド大手メディア、インディアトゥデイやエルインディアによる藤井風さんのインタビュー記事の報道です。この記事では、彼がインドを精神的な故郷、スピリチュアルホームタウンと表現した理由や、音楽制作における内面的な哲学について深く語られていることが紹介されています。まずは、インディアトゥデイのインタビューによると、藤井風さんは自身の作品制作について、騒がしい世界の中での平和、温調、意味への切なる憧れが核にあると語っています。単に音楽を作るというよりも、自身の内面と向き合い、静けさの中で自分自身を見つめ直す作業が根底にあると述べられています。この記事では、アルバム、プレマがサンスクリット語で神聖な愛を意味する言葉から名付けられている点にも触れられており、その背景には彼の両親がヒンドゥー哲学やスピリチュアルな教えに魅了されていたことが影響していると紹介されています。藤井風さん自身も幼少期からそうした思想に触れながら育ったことが音楽性や人生観に深い影響を与えているという内容です。さらに、エルインディアとの独占インタビューでは、彼の音楽制作や歌詞の背景、そしてパフォーマンスに対する姿勢について詳しく語られています。このインタビューで藤井風は、自身のサウンドが J-POP、ジャズ、ソウル、R&B といった多様なジャンルを横断していることを振り返りつつ、
制作における中心的な考え方は直感を大切にすることだと話しています。形式やジャンルを先に考えるのではなく、心に湧き上がった感覚に忠実に創作を進めるスタンスが、彼特有の音楽性を形作っていると述べています。エル・インディアとのやりとりでは、国内外で大きく話題になった累積ストリーミング再生数が2億回を突破した代表曲、死ぬのがいいわが、2022年のバイラルヒットで世界的な注目を集めた後、音楽とリスナーとの関係がどのように変わったかについても話題になりました。藤井風は予想していなかった出来事でしたが、リスナーとの共鳴を感じることができたと語り、その経験が自分自身の創作プロセスにも影響を与えたと述べています。これらのインタビューは単なるプロモーションではなく、彼自身の内面世界を世界の読者に紹介するような深い内容として評価されており、海外での彼の評価が単なるポップアーティストとしてではなく、精神性を内包したクリエイターとして高まっていることが伺えます。さらに記事では、音楽を作るときは物質的なものではなくスピリチュアルな何かとつながろうとするといった言葉も引用されており、藤井風さんの創作スタンスが世界のリスナーにとって新鮮に受け止められていることが示されています。このようにフェスへの出演と並んで音楽の背景や思想が海外メディアで取り上げられることは、藤井風さんの活動が単なる音楽ニュースを超えてパーソナルな哲学を含むストーリーとして受け取られているということなのでしょう。パート3、SNS やコミュニティでの反響とファンの声。もう一つの大きな話題として SNS でのファンの反応やコミュニティの盛り上がりが挙げられます。藤井風のインドでのフェスへの出演や累積再生数突破といったニュースを背景に、世界中のリスナーがリアルタイムで反応しています。例えば、X や Instagram では、インド・ムンバイでのステージ映像や、リンドストーム、風旋風といったハッシュタグ付き投稿が増加しており、海外ファンのコメントが英語や多言語で散見されます。If Fujikaze goes international like this, Japan becomes too small. このまま藤井風が海外に出たら、日本がさらに狭くなってしまう。His voice reaches deep into my heart. 彼の声は心の奥底に響く。などなど、彼の感性に共鳴する声が多数見られます。このようなグローバルなファンの盛り上がりは、単なる応援コメントにとどまりません。SNS 上では、海外リスナーが、テイラー・スウィフトや、コールドプレイなどの海外アーティストと並べて、藤井風を語るケースもあり、日本初アーティストとしての存在感が一段と高まっていることが伺えます。特に YouTube ショーツや TikTok などのショート動画プラットフォームでは、藤井風のパフォーマンスや楽曲を編集したコンテンツが世界中で視聴共有されており、視聴回数が伸び続けています。また、国内ファンコミュニティでも今回のニュースを受けて、ライブやフェスへの参加意欲が高まっており、ファン同士でのモーメント生成やリアルイベントへの期待の声が多数投稿されています。こうしたファン発信型のコミュニケーションが藤井風というアーティストの世界的な広がりを後押ししています。SNS での反響の背景には、藤井風の楽曲が持つ普遍的な感情表現と静かな強さ、内省的なメッセージ性があると考えられます。日常の喜びや悲しみ、平穏と葛藤を歌う彼の作品は、時代や文化を問わず、多くの人々の心に響き、言葉を超えた共感を生んでいるのです。まとめ。藤井風がインドでの野外フェスへの出演を成功させたこと、インドメディアでの独占インタビューで語ったこと、そして SNS 上で世界中のファンが熱量高く反応していることを中心にお伝えしました。これらの出来事は単なるニュースにとどまらず、藤井風が世界的なアーティストとしての存在感を確立しつつあることを強く感じさせるものです。彼自身が精神的な故郷と語ったインドでのパフォーマンスは、音楽が単なる娯楽ではなく、文化や哲学、価値観を共有するコミュニケーションの手段となっているという証でもあります。累積再生数が2億回を突破した。死ぬのがいいわが、これほど長期間に及んで再生され続けていることからも、人々の心の動きに寄り添う楽曲の力があり、言語を超えて感情に届いていると言えるでしょう。次回の動画では、インド大手メディア、インディアトゥデイやエルインディアによる藤井風さんのインタビュー記事の日本語完全翻訳版をお届けします。
チャンネル登録をいただけると、次の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。メンバーシップでの応援もいただけると、とても嬉しいです。それでは、またお会いしましょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。